無印良品週間、今年も始まりますね。この春は3月20日から3月31日の午前10時まで、店舗だと前日の夜までがこの対象期間になります。ということで、無印良品週間に向けて僕が実際に使ってよかったものをご紹介していきたいと思います。そもそも無印良品週間は、無印メンバーだと全商品が 10% オフになるというタイミングです。気になっていた少し値段が高いものとか、あとはどれだけやってもいい消耗品のストックとか、そういったものをねこのタイミングで買う、絶好のチャンスではあります。でこの無印良品メンバー、非常に登録は簡単です。スマホにアプリを入れて会員登録を済ませるだけ。実店舗で買われる方は、お店ではなくてぜひ今のタイミングから会員登録をしてみてください。もう本当に数分で完了します。今回は収納、キッチンアイテム、インテリア、その他実用品も含めて、幅広いジャンルの中から僕の生活を格上げしてくれているアイテムを選んでいます。ぜひ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。まずは、やっぱり無印良品といえばの代名詞の一つである収納からです。特に僕の場合は、クローゼットにできるだけ生活感があるようなものは押し込んでしまって、でリビングをね、広く快適に保とうというふうに工夫しているんですが、そのクローゼット収納に取り入れているシステムがこの無印良品のスチールユニットシェルフのシステムなんです。いろいろねこういった収納システムあるにせよ、楽にかつ比較的コスパよく取り入れられるシステムかなというふうに思います。幅とか収納物に合わせてさまざまなある種のモジュール的なものをね好みに合わせてセットしていくことによって自分だけの収納空間が出来上がるわけなんですが、僕もクローゼットのサイズとか、あとは上には服が収納されているので、その下で収まるサイズ感とかっていうのを計算して取り入れました。このスチールユニットシェルフ、最近ですね新しい色としてダークグレーが登場しました。このダークトーンの色、かなり貴重だと思います。それこそ、ちょっとホワイトっぽいライトトーンの基調の棚だとどうしても部屋のテイストと浮くんだよねっていう方でも取り入れやすいんじゃないかなと思います。ウォールナットとかのね木製のパーツもあるので、それと合わせるのもすごく、もはや部屋に出しておきたい収納が組み上がるななんて考えたりもしています。棚をつける位置も自由なので、例えば僕は下の方にロボット掃除機を入れていて、掃除する時だけこのクローゼットを開けてね、使えるようにしたりだとか、棚上にはこの 3D プリンターを置いたりしています。割とね僕は物を買って手放すことも多いので、メルカリに出品する時のためのこの段ボールとか梱包資材、そういったものも置いています。家電とかこういった生活必需品とかって露出させとくと結構生活感がね出てしまうので、これも全部押し込んでしまえるというのはすごく便利ですね。さまざまな無印良品の収納アイテムはこのシェルフのサイズに合わせてもあるんですね。そのうちの一つで僕が採用しているのがこちらの衣装ケースになります。ポリプロピレンの小物収納ケースですね。インナーとか靴下みたいなものから、ここにはちょっとしたガジェットとか文房具の、使っていないストックとかを入れたりだとか、雑に入れてもいいしけど散らからないくらいに細分化して収納している感じです。見た目がすっきりしてて綺麗ですよね。いろんなサイズが展開されているので、状況に合わせてまた別のものに交換したりっていうのも簡単です。でちょっと今見えないんですけど、あちら側にはですね柔らかポリエチレンケースと同じくポリプロピレンのファイルボックスを入れています。バケツ型の方は僕は、撮影機材とかを中心に入れていますね。三脚とかジンバルみたいなかさばるものをこの中に入れてしまっています。でファイルボックスは、重要書類とかですかね、契約書類とか、紙で保存しなければいけないものを一つのボックスに収めてしまっています。僕の場合そうそう取り出す機会がないので、今のところはワンボックスで十分なんですけど、今後増えた時にもどんどんファイルボックスを増やしていくだけで成立する。でそれも結構ねすっきり収まるっていうのもすごく便利なポイントです。見せない収納なんだけど見える部分をできるだけ美しく保とうというのは本当に僕も好きで、無印良品のこのサスっていうんですけどね、スチールユニットシェルフでサスっていうんですけど、このサスのシステムにはすごく助けられています。ゆくゆくはねシェルフを上まで伸ばしてクローゼットの中をちょっとラボみたいな感じにしたいななんて思ったりもしていますが、服を減らさなきゃですね。システムだからこそそういった拡張性も含めてぜひぜひ押していきたいポイントです。
過去にも紹介しましたが、洗濯物の仮置き場として使っているのがステンレスワイヤーバスケットです。サイズは5のものを選択しています。シンプルな見た目なんですが、それ以上に機能面で僕は結構おすすめしてますね。1個はステンレス製で錆びにくいというところ、やっぱり汗だくの服とかを入れておいても衛生面があまり気にならないというところが1個あります。あとメッシュ状なので、そういった汚れた服への接地部分が少ないんですよね。それも汚れを気にしなくて済むポイントの一つですね。空気を通すっていうのもポイントです。でこの持ち手がついているので、これを内側に収めることによってスタッキングができるようになっています。僕は2段重ねているんですが、これは上が通常の洗濯物ですね。ドラム式洗濯機なので乾燥までやっちゃえる服で、下がおしゃれ着洗いですね。乾燥は別でやるものです。意外と耐荷重は10キロなので結構頑丈なんですよ。ドラム式の上に直接置いているので結構揺れるっていうのだけは、ちょっと気になるかもしれないですが、実用上は問題ないですね。こういった水回りっていうんですかねを中心にぜひぜひ取り入れていただきたいアイテムです。この後ろ側に置いているのも結構僕が重宝している収納アイテムたちです。左から行きましょうか。これは数年前に一世を風靡したスチールタップ収納箱フラップ式というアイテムです。何かというとですね、これよいしょフラップ式で中にケーブルを収めることができるんですよね。なので、こんな感じで余分なケーブルをね中に入れてごちゃごちゃっとした印象を回避できますし、電源タップを中に入れてそこからいろんなものへの充電の、ハブとしても機能します。コンセント周りを本当にすっきり見せるためのアイテムですね。下には放熱用の穴が開いているので熱がこもることへの対策もされていますし、この上とあとここですね、下の横の部分、ここにスリットがあるので、ここからねケーブルを通すことができて、本当にいろんな方向でケーブルを伸ばすことができて、それらをスマートに収納できます。ちなみに僕はつけてないんですが、キャスターをつけることもできます。もういよいよこれだけで自立しそうな感じがありますが、このケーブル1本に対して使うのは結構贅沢な使い方で、他にもテレビの周りとかゲーム機の周り、デスク周りとかね、ケーブルがごちゃっとしがちなところに1個置くだけでだいぶ見栄えがすっきりするようなアイテムです。そしてこの僕が今座っていたこちらのスツール、これもおすすめです。ポリプロピレンスツールです。もう無印良品の名作の一つですね。全然普通に座れるような頑丈さ、そして中ね何でもしまえる収納力、そして何よりこの見た目ですよね。このすっきりとしたニュートラルな印象、本当に部屋の雰囲気を選ばない椅子とはまさにこういうことかなと思います。デザインにもなってるのはここの持ち手で、これを持ってねいろんなところに持ち出せるのも便利なポイントですね。いやこれはねそれこそ椅子ってね結構値が張る中で、新生活で一人暮らし始めたての人にはね椅子代わりとして結構おすすめなんですよ。何せねちょっと真ん中がへこんでるんで座り心地がいいというか安定感があるんですよね、意外と。それでいてこの値段で収納力もある、何よりもデザイン的にも優れているので本当におすすめのアイテムです。変に収納箱とかスツールとかを買い足す前にまずこれを検討してみてほしいなと思います。じゃあちょっと外にもですね実は収納用品を置いているんです。こちら中でも外でも使えるワイヤーラックという製品です。僕は植物用の棚として使っています。メッキ加工がされていて屋外でも錆びにくいのが特徴です。奥行きが少しね30センチと狭めのサイズ感なので、面積の狭いベランダとかでも躊躇なく置くことができます。ちなみにこの棚の高さとかもいろいろといじれて割と自由度の高いアイテムなんですよね。上から水やりをして下から垂れるぐらいに水をやってももうワイヤーなんでそのまま突っ切るだけっていう、植物の鉢置きというかね、そういった使い方も結構僕もやっているのでおすすめのアイテムです。続いてはキッチン用品です。無印良品の調理器具は本当に重宝してます。ここにずらーっと並んでるんですが、ほとんどが無印良品のものです。一つ目はこちら、ナイロンのレードルという製品です。無印良品以外でそんなに見ないんですけど、万能な調理器具として1個、もうなんなら一人暮らし始めたてぐらいの時に、買っておいてよかったなというふうに思いました。シリコン製で、持ちやすく、あと熱伝導がねしないので熱いものを混ぜていても、熱が来ないっていうのもあるんですが、何よりもこの
先端のちょっとしたしなりなんですよ。これがあることによってこうフライパンとかそういったものの縁までしっかりとこうね物をすくい取れるというメリットがあります。一方でこの内側芯の部分はかなり硬いです。これはステンレスを使っているので適度な重さもあるんですよね。これもちょっとした使いやすさにつながっています。本当にこれ1個で炒めるとかすくうとか盛り付けるみたいなこう汁物から固体のものまで幅広く使うことができます。あと黒なのもいいんですよね。色が目立たないので汚れてもそんなに気にならないっていうのも特徴です。でその左側にはこちらハサミです。無印良品のキッチンハサミ、これも有名かな。何がいいかというと、はい簡単に分解ができることです。こういったハサミってこの関節の部分っていうんですかね、この気口にも汚れとかがどんどんついていくわけですよ。ただ細かすぎてなかなか掃除がしにくいんですよね。もうこれは普段の食器洗いのタイミングで外して洗うことができます。常にこのハサミ全体の清潔が保たれるんですよね。これもまた持ち手の部分は非常に握りやすくなっています。でこれですね、計量スプーンも無印良品で絶対買ってほしいなというふうに思っています。大と小それぞれ僕は持っています。というのも、まず一つは柄が長いんですよ。普通の計量スプーンと比べても少し長めになっています。これによって例えば粉物のね、袋一番奥まですくって取るのとか結構難しいですよね。手が汚れちゃったりするんですが、そういった心配がないと。そしてもう一つがステンレス製というところです。先ほどまで清潔感みたいなポイントを話していましたが、シンプルに硬いというメリットもあります。しなる計量スプーンって結構多いと思うんですが、この薄さでもしならないので、もうそのスプーンのままちょっと混ぜたりだとか、あとなんかね潰すとかちょっと切るみたいな動作にもすごく使えるんです。内側には1/2のメモリもついているので、大体の量はこれでもうね、計測できてしまいます。シンプルな見た目もいいですよね、すごく。でその横に置いているのがこれステンレスの皮引きです。じゃがいもの芽を取るようなこの芽取り、これが左右両方についているのが特徴です。なので利き手を問わずに使いやすいっていうのがメリットになってます。これもまたステンレス製なので錆に強いです。そして刃もねすごく切れ味がいいんですよ。これも長年使ってますけど全然不満がないですね。持ち手の部分はシンプルながら握りやすい形状になっています。であとこれよいしょ、はいタイマーです。キッチンタイマーなんですがダイヤル式になっていて回転して時間を合わせます。調理中で片手が汚れてるみたいな時にももうさっと回して割と直感的に時間を調節できるんですよね。左右両方回転するので時間の設定がしやすいです。見た目がシンプルなのもいいですし、ボタンもスタートストップとリセットの2つだけです。すごく分かりやすくてユーザーフレンドリーな製品です。あと00分を過ぎると逆カウントが勝手に始まるんですよね。なのでちょっと目を離していた時に追加でどのくらい煮過ぎてしまったかみたいなのを見ることができるっていう、料理中でもマルチタスクに追われているという方にも結構おすすめです。特におすすめで言うとこのレードルとハサミかな、あと計量スプーン、ここら辺は最初に持っといた方がいいです。調理器具を無駄に増やさなくて済みますし、実際に使うのも例えばハサミでね肉とか切れるならその方が楽なんで、包丁とか使わずに済む、洗い物を減らせるという観点では非常におすすめしたいアイテムたちです。最後はですねこちらシンクに置いてあるこのウレタンのスポンジになります。ウレタンフォーム3層スポンジグレー、このグレーのカラーが結構ね強みなんですよ。白のスポンジって結構多いですけど、色移りとかした時にね結構目立つんですよ。それだけで不衛生に見えてちょっと料理のモチベーション下がるみたいなこともあるので、確実にグレーはいいですよ。グレーはもう色変わるだけで全然気持ちが変わってきます。不織布の部分とウレタンフォームの部分で中間層も含めて3層構造になっていて、汚れの落としやすさ、泡立ちの良さ、水切れの良さみたいなところを全て叶えてくれています。3個入りです。できるだけこういうのはねストックしておきたいと思うので、ぜひぜひこのタイミングで1、2セットぐらい持っておいてもいいんじゃないかなと思います。
続いてはインテリアです。冒頭ですね、僕が喋っていたこの後ろの背景、実は結構無印良品のアイテムで構成されているんです。シンプルで合わせやすいんですが、それでいってデザイン性が高くて、本当に部屋の中に置いておいても主役としても成立するようなアイテムが揃っています。まずはこちらの壁付けのシェルフから、有名な製品ですよね。無印良品の壁につけられる家具シリーズの、棚になっています。ウッド調のものは皆さんご存知かもしれないんですが、ホワイトカラーも実は販売されています。そしてこのサイズなんですが、一番長い88センチ、ここまで来ると結構無印良品感がなくなって、いい意味でほっこりしすぎずに部屋の中で合わせやすくなるんじゃないかなと思います。石膏ボードに専用のピンで固定するような形式なので、賃貸でも使えますし、開いた穴も目立ちにくいので現状復帰も問題ありません。結構いろいろと物を置いているんですが、例えばこの88センチのものだと耐荷重は3キロまでになります。全然余裕がありますね。視線のレベルはだいぶ印象を変えるからこそ、こういったものでね、こまめに変えられると気分も変えやすいかなとは思います。僕もここに置くものはコロコロと更新しています。サイズも3パターンぐらいありますね。なので別にこの長さだけではなくて、いろんな場所で使えるんじゃないかなと思います。ぜひカラーバリエーションと合わせて検討してみてほしいです。で、そんな棚の上に置いているこちらですね。はい、もう定番商品ですね。これもインテリアフレグランスオイルです。ガラスのボトルにラタンスティックを入れて使う、ベーシックなフレグランスではあるんですが、シンプルな造形でいろんなところに置いておきますし、コストパフォーマンスの高さも魅力ですね。こういった、フレグランス系のアイテムの中では比較的使い続けやすいようなアイテムです。僕は香りの中だとウッディとかグリーン系の香りが好きなので、入れがちなんですけど、コストパフォーマンスが高いので、部屋ごとにいろんな香りを置けるというのも魅力です。洗面所に別のフレグランスを置いたりもして、ちょっと気分が変わるようにもしたりしています。直近新製品発表会に僕がお邪魔した際には、このフレグランスオイルがいろいろと進化していて、大容量の不揃いラタンスティックが登場したりだとか、香りも季節限定のものがいろいろと出たりと、結構ね楽しみな展開が待っているので、それも含めてぜひこのフレグランスオイル注目してほしいなとも思います。で、最後はこちらですね。ちょっとカラフルなところに目を取られがちですが、その下のステンレスユニットシェルフワゴンセットになります。先ほど紹介したスチールユニットシェルフの兄弟というかね、ステンレス版がこのシェルフになるんですが、ワゴンセットということでコンパクトにワゴンとして活用できるセットになっています。僕ずっと憧れていて、去年ついに買ってしまったという感じですね。ちょっとした業務用感がいいんですよ。それでいて造形はシンプルなので、部屋の中でちょっとね素材でアクセントをつけたいみたいな時にかなりおすすめです。僕は結構この箱とか本とかを使ってこの中でカラーを散りばめていて、それをアルミの素材でギュッとまとめるみたいな感覚でインテリアとして置いています。実質本棚兼飾り棚みたいな感じですね。実際オープンシェルフなので、ここに入れるものはなんだかんだセンスを選ぶ感じが僕はあります。ただ普通にキッチンとかでね、ワゴンとして使っても、全然問題ないですし、ステンレス製なので衛生的で錆に強いというのも特徴です。キャスターついてるんですけどね、もう僕ほとんどここから動かさないですね。だいぶ見た目重視で買ったアイテムではあるんですが、本当に実用面も含めていろんな使い方ができるので、結構おすすめのアイテムです。値は張りますが、ぜひぜひインテリアとして検討してみてください。最後は日用品です。こちら僕が使っている、もうねずっと使い続けている無印良品のスチール爪切りです。見た目かっこよくないですか？まず何よりも僕は大きい方のサイズを購入しています。完全に見た目に惚れて購入したアイテムではあるんですが、この刃の切れ味はすごいですね。特にこのスチール製ということもあって、より重さが加わるというか力が加えやすいような構造になっています。これをこうやって展開して、こんな感じね。いやーかっこいい。そしてここにはヤスリもあります。すごいね細かいです、目が。削れちゃう。大サイズとはいえ、手に馴染みやすいサイズ感ですね。特別手が小さい方でなければ大きい方で全然いいんじゃないかなと思います。見た目と言いましたが、サクサクと爪を切れるっていうのが本当に、体験としても楽しいレベルなので、ぜひぜひこれちょっと試してみてほしいです。続いては靴下です。もう定番ですよね。無印良品の足なり直角靴下になります。名前の通りで、このかかとの部分を中心とした直角に編み立てられている構造のおかげで、かかとをすっぽりと包み込めます。このかかとの部分がフィットをするので、動いていてもずれ落ちにくいですし、
快適な履き心地になってくれるんですよね。もう何も考えずこれで僕はいいと思っています。で、その結果ですね、僕のクローゼットは全部足なり直角になってますし、夏もこのショートの方ですね、くるぶしソックスのものを使っていますし、冬はロング丈、本当に年がら年中履いてますね。使い切ってもすぐ買い足しに行けるっていうのがすごく便利なポイントで、最後はもう僕がね常に推しているこちらです。無印良品薬用クリアケアオールインワンジェルです。オールインワンという名前だけあって、化粧水、乳液、美容液が全て一つになった、もう洗顔後にこれ1本でケアは十分ですよというような保湿ジェルになります。銭湯好きな方、サウナ好きな方、ジムに行かれる方、全員これを買ってください。シャワー上がって服着替えたらもうこれを顔に塗るだけでもう肌に潤いが保たれます。いろいろとね準備して持ち歩くのもいいんですけど、僕はちょっとそれは面倒くさいというか荷物を増やしたくないというのもあって、これ1本でまとめられて、しかも携帯用のサイズがあるっていうのもすごく便利で、もう何年使ってる？ずっと買い足し続けてますね。で、自宅でも大きめのものを使っているので、家でも外でも同じアイテムを使えるっていうのも魅力ですね。いくら興味がないからってこれくらいはねおすすめです本当に。ということで改めていかがだったでしょうか。今回は無印良品週間でぜひ検討してみてほしいおすすめアイテムをご紹介していきました。まだまだ僕もプロのムジラーではないので、ぜひ皆さんのおすすめのアイテムとか活用術みたいなのがあればコメント欄とかで教えてください。このチャンネルでは無印良品の他にも様々なライフスタイルに関する動画を上げているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。